あなたが求める豊かさとはどんなものですか？お金の豊かさですか？それとも自由な時間？もしくはたくさんの友人や家族に囲まれていることでしょうか？私たちの豊かさという概念にはたくさんのものがあり、もしかしたら何かが欠けているだけで自分は豊かではないと感じてしまっているかもしれませんね。でも今日の動画、あなたの人生に真の豊かさを引き寄せるための3つのステップを最後まで見ると、あなたは真の豊かさを継続して受け取ることができるようになりますよ。こんにちは。今回のナビゲーターはミームのみちです。この動画ではどのようにして人生に真の豊かさを引き寄せることができるのか、具体的なステップを一緒に学んでいきます。今日お話しするステップはどれもすぐに実践できるものばかりです。あなたの考え方を少し変えるだけで人生に驚くべき変化が訪れるかもしれません。それでは早速最初のステップから始めていきましょう。最初のステップは明確なビジョンを持つことです。豊かさを引き寄せるためにはまず自分が何を望んでいるのかを明確にする必要があります。目標がはっきりしていないとどの道を進むべきかわからなくなってしまいますよね。あなたは明確なビジョンを持っていますか？私はこの明確な目標、明確なビジョンを持つことが長い間できずにいましたが、これからご紹介する方法を繰り返し行っていくうちに徐々にこのビジョンが見えるようになっていきました。だからもしあなたが自分のビジョンがなんとなくだったとしても大丈夫ですよ。これを楽しんでしていくうちにモチベーションの維持にもつながり、いつの間にかあなたのビジョンが明確になっていきますよ。ではその方法についてご紹介しますね。明確なビジョンを持つための一つ目の方法はビジョンボードの作成です。ビジョンを持つことの大切さを理解するためにまずビジョンボードの作成をご紹介します。ビジョンボードは自分の目標や夢を視覚的に表現するツールです。これを作成することで次のようなメリットがあります。1、明確化。自分の目標や願望を具体的に視覚化することで何を達成したいのかがはっきりします。2、モチベーションの向上。ビジョンボードを見ることで目標に向かって進むエネルギーを維持しやすくなります。3、フォーカスの強化。定期的にビジョンボードを見返すことで目標に対する集中力が高まります。4、ポジティブなエネルギー。好きな画像や言葉を使うことでポジティブな感情を引き出しやすくなります。作成方法としては雑誌や印刷物から画像や言葉を切り抜き、ボードやノートに貼り付けるだけです。自由な形で自分にとって意味のあるビジュアルを集めるのがポイントです。楽しみながら行うこと、そして作成したビジョンボードを見ては、そのビジョンを臨場感を持って感じることが大切です。はじめはただ、あなたの気持ちが上がる、好きなものを集めることから始めていいんです。そこから、あなたのビジョンはエスカレーターに乗ったように、すっと上昇し、クリエイトしていきますから。もうこれは、楽しむことが第一優先事項と言っても過言ではないので、自由に、ワクワクした気持ちを大切にして行ってくださいね。次におすすめなのがジャーナリングです。ジャーナリングは、自分の考えや感情、経験を紙やデジタル形式で書き留めるプロセスです。次のような効果があります。1、自己理解の促進。自分の思考や感情を文章にすることで自己理解が深まります。2、ストレスの軽減。感情やストレスをアウトプットすることで心の負担が軽くなります。3、目標の設定と追跡。目標や計画を書き留めることで進捗を把握しやすくなります。4、クリエイティブな思考の促進。書くことで新しいアイデアが浮かびやすくなります。5、感謝の気持ちの育成。感謝することを書き留めることでポジティブな視点を持ちやすくなります。ジャーナリングには代表的には4つの方法があります。1、日記形式。日々の出来事や感情を書く。2、自由型式。思いつくままに自由に書く。3、質問形式。特定の質問に答える形で書く。4、ビジョンボードジャーナリング。ビジョンボードとジャーナリングを組み合わせて目標や夢について詳細に書く。定期的に続けることが大切なので、自分に合った方法で始めてみると良いでしょう。これを続けることで、自分の思考が整理され、何を本当に求めているのかがより明確になります。そして最後の、明確なビジョンを持つために非常に有効なツールは、瞑想です。
私は瞑想をすることで私自身が大きく変容していったので、これが一番のおすすめなんです。瞑想を通じて得られる利点はたくさんのものがありますが、今回は5つ挙げてみますね。1、内面的なクリアリング。瞑想は心を静め、雑念を取り除くのに役立ちます。これにより、自分が本当に望むことや目標がより明確になります。2、集中力の向上。瞑想を続けることで集中力が高まり、自分の目標やビジョンに対するフォーカスが強化されます。3、ストレスの軽減。ストレスが少ないと、より冷静に考え、自分のビジョンに対する洞察が得やすくなります。4、直感の強化。瞑想は直感を育むのに役立ち、自分の内なる声やインスピレーションを受け取りやすくなります。5、感情の安定。感情が安定することで、明確な目標設定がしやすくなり、達成に向けた道筋が見えやすくなります。代表的な瞑想の方法としては、1、呼吸瞑想。深呼吸に集中し、呼吸の感覚に意識を向ける。2、マインドフルネス瞑想。現在の瞬間に意識を集中し、思考や感情をただ観察する。3、ビジュアライゼーション瞑想。自分のビジョンや目標を視覚化し、それを感じ取る。瞑想を始める際には、毎日短時間でも続けることが大切です。自分に合った方法を見つけることで、効果を最大限に引き出せます。また、心を落ち着かせ、内なる声に耳を傾けることで、心の中のビジョンをクリアにすることができます。静かに座り、ゆっくりと呼吸をするだけでも、頭の中が整理され、進むべき道が見えてくることがあります。このステップで大事なのは、具体的なビジョンを持つことです。例えば、お金持ちになりたい、ではなく、毎月安定した収入を得て、家族と旅行する時間を持ちたい、と具体的に描いてみてください。有名な成功者の多くが、自分のビジョンをしっかりと持ち、それを目指して行動してきました。例えば、スティーブ・ジョブズは、コンピュータを家庭に持ち込み、人々の生活を豊かにする、という明確なビジョンを持っていました。このように、自分のビジョンを持つことで、どんな困難も乗り越えられる原動力となるのです。皆さんも、まずは自分のビジョンを明確にすることから始めてみてください。それがあなたの人生の羅針盤となり、豊かさを引き寄せる第一歩となるでしょう。それでは次のステップに進んでいきましょう。さて、次に進むステップは、制限的な思い込みを手放すことです。私たちは知らず知らずのうちに、過去の経験や社会の影響で自分に制限をかけてしまうことがあります。この思い込みが、私たちの成長を妨げる大きな要因になることがあるんです。もし、あなたが今、いろいろと苦しみを感じることがあるとしたら、その苦しみは、自分自身の制限的な思い込みから来ているかもしれません。あなたには、自分自身に制限的な思い込みがあると思っていますか？それとも、思い込みはあまりないと思っていますか？思い込みがないと思う人も、ここからの話に耳を傾けてくださいね。そして思い込みがあると、その世界が見えている。あなた、安心してください。あなたはこれから、その世界を変えることができますからね。そして、苦しみを手放すことができますよ。具体的な例を見ていきましょう。例えば、私は才能がないから成功できない、や、お金を稼ぐのは難しい、といった思い込みを抱えていることはありませんか？こうした考えは、あなたの本当の可能性を閉ざしてしまうことがあります。でも、大丈夫。これから、その思い込みを手放し、新しい視点を持つ方法をお伝えします。まず、自分の中にある制限的な思い込みを認識することから始めましょう。紙とペンを用意して、思いつくままに自分が信じ込んでいる制限的な考えや思い込みを書き出してみてください。その思い込みがどれだけ事実に基づいているのか、または単なる思い込みであるのかをじっくりと考えることが重要です。このプロセスを通じて、自分がどれだけ制限を自分自身に課していたかを理解することができます。次に、ポジティブなアファメーションを使いましょう。毎日、自分に前向きな言葉を言い聞かせることで、ネガティブな思い込みを徐々にポジティブなものに変えていくことができます。例えば、私は価値のある存在であり、成功するための資質を持っている。といったアファメーションを自分に言い聞かせることで、
自己信頼が深まります。また、セルフコンパッションも忘れないでください。自分に対して優しく接することで、失敗を恐れる気持ちを和らげ、前に進む勇気が湧いてきます。私たちは誰もが完璧ではありませんし、完璧である必要もありません。重要なのは、自分を認め、ありのままの自分を受け入れることです。自己批判をやめ、自分に対して優しくすることで、心の中にスペースが生まれ、新しい可能性が開かれます。さらに、制限的な思い込みを手放すためには、周囲のサポートも有効です。信頼できる友人やメンターに自分の思い込みについて話すことで、新しい視点やアドバイスを得ることができ、自分一人では気づかなかったことに気づくことができます。実際に、多くの人々が制限的な思い込みを手放すことで、新しい可能性を手に入れました。例えば、ある女性は、自分はリーダーになれない、と思い込んでいましたが、ある日その考えを手放し、積極的にリーダーシップを発揮するようになりました。結果として、彼女は多くのプロジェクトで成功を収め、尊敬されるリーダーへと成長しました。あなたも同じように、制限的な思い込みを手放し、新しい自分を見つけることができます。心の中の制限を解放し、広がる可能性に心を開いていきましょう。小さな一歩でも、今から始めてみましょう。そして、その一歩一歩が、あなたを豊かさへと導く道を作っていくのです。さあ、いよいよ最後のステップ、行動を起こす、です。私たちが望む豊かさを実現するためには、ただ考えるだけではなく、実際に動くことが必要です。行動することで、夢やビジョンを現実に変える力を得ることができます。まず、行動の重要性について考えてみましょう。どれだけ素晴らしいビジョンを持っていても、行動しなければそれは単なる空想のままです。例えば、音楽を学びたいという夢があれば、実際に楽器を手に取り、レッスンを始める必要があります。行動の鍵は、継続的な努力です。小さな行動を積み重ねることで、やがて大きな成果を得ることができます。例えば、1日10分の読書を続けるだけでも、1年後には膨大な知識を得られるでしょう。ですから、まずは小さくても一歩を踏み出してみましょう。次に、行動を起こすための実行戦略を見ていきましょう。最初のステップは、スマートゴールの設定です。スマートゴールとは、スペシフィック、具体的、メジャラブル、測定可能、アチーバブル、達成可能、レリバント、関連性のある、タイムバウンド、期限のある、目標のことです。例えば、3ヶ月で10冊の本を読むという目標を立てたとします。これをスマートに設定すると、毎日30分、就寝前に読書をして、月に最低3冊を読み終える、というように具体化できます。こうすることで、目標に向かって進む道筋がより明確になります。次に、アクションプランを作成しましょう。アクションプランとは、目標達成に向けた具体的なステップを明確にすることです。例えば、資格取得を目指す場合、毎週末に2時間の勉強時間を設ける、進捗を記録するなどの具体的なステップを設定します。そして、行動を続けるためには、継続的なレビューと調整が欠かせません。定期的に自分の進捗を確認し、必要に応じて計画を修正します。これにより、常に最適な方法で目標に向かって進むことができます。行動を起こし続けたことで、成功を収めた人々の話をいくつかご紹介しましょう。先ほども挙げたスティーブ・ジョブズは、革新的な製品を生み出すために常に行動を続け、多くの失敗を乗り越えながらも成功をつかみました。大切なのは、まず始めること。そして、行動を続けることです。どんな小さな一歩でも、それを踏み出すことで、あなたの人生は確実に変わり始めます。皆さんもぜひ、今日から行動を起こしてみてください。それが、あなたの望む豊かさを引き寄せる第一歩になるでしょう。真の豊かさを引き寄せるための3つのステップについてお話ししました。そのステップを簡単におさらいします。最初のステップは、明確なビジョンを持つこと。まず、何を望んでいるのか、どんな人生を送りたいのか、具体的なビジョンを描くことが重要です。ビジョンボードやジャーナリング、瞑想を使って、自分の目標を明確にしましょう。
次に進むステップは、制限的な思い込みを手放す。自分を制限するネガティブな思い込みを認識し、それを手放すことです。ポジティブなアファメーションやセルフコンパッションを取り入れて、自分を解き放ちましょう。最後のステップ、行動を起こす。スマートゴールを設定し、具体的なアクションプランを作成し、継続的な努力を続けることで、目標に近づきます。ここで皆さんに質問です。あなたのビジョンは何ですか？どのステップが最も重要だと感じましたか？ぜひ、コメント欄で教えてください。皆さんが、どんどんと真の豊かさを引き寄せていかれることを願っています。これで今日の動画は終わりになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。まだチャンネル登録をしていない方は、ぜひ登録をしてくださいね。そして、いいねボタンをお願いします。それでは、次回の動画で、またお会いいたしましょう。